まずはキングオブファイターズ30周年おめでとうございます。ということで、今回はキングオブファイターズ最初の作品、キングオブファイターズ94のロム版のご紹介から始め、他、ネオジオ CD の格闘と棚にあったこれまで紹介していないスポーツ系をご紹介なのだ。まずは30周年を迎えたキングオブファイターズ94の家庭用のロム版を久しぶりに立ち上げてみました。今はもうオロチ編を遊ぼうかなと思ってもなかなか94を遊ぶってことはないけど、最初にこの94が発売された時は結構衝撃だったわよね。3対3で画廊やリュウコや他の SNK ゲームからのキャラが混ざり合っての格闘ゲームってお祭り感パーフェクトで、もうめちゃくちゃ楽しみましたね。今回それこそ30年ぶりかもしれない立ち上げになりましたが、ネオジオ本体もジョイスティックも94のロム自体も全く問題なく起動しました。30年経っても変わらず動くのは素晴らしいのだ。なんかネオジオ本体の中古価格が目に入ったんだけど、ジャンクでも3万円以上するし、動いたら5から6万円くらい、箱があったら10万円くらいするわね。説明書だけでも1万円するのだ。これはもう外国人向けの価格ですね。さておき、無事に動いたんですが、当時から RGB21 ピンのケーブルしか使ってなかったので、キャプチャー環境のハードルがちょっと高いですね。 RGB21 ピンって当時からマニア向けというか、知らない人もいるくらいだと思うのだ。そういえば当時は21ピンってどうやって使ってたのだ。秋葉原の基板屋さんに売ってた21ピンのアーケード用のモニターに映してたのよね。でも10年くらい前に画面がまともに映らなくなってしまい処分しましたが、店舗自作のモニターだったのと店舗自体ももうないので、ノンブランドとして回収してもらうのがちょっと大変でしたと。それは置いといて、スキャート入力もある HDMI の変換器は持ってたので、それを使ってキャプチャーしようと思ったのですが、画面が壊れちゃって、以前ゲーム基板もうまく映せなかったし、もしかしたら RGB21 ピンからスキャートにするケーブルがおかしいんじゃ。きっとうちにあるの中華産のケーブルだからすごいあり得るのよね。そのうちケーブルだけ買い直して試したいけど。何にしても今回撮れないかと思ったのですが、ふと電波新聞社の21ピンのセレクターで出力が DVI というセレクティ21というのを持ってたのを思い出して、それを使って DVI をさらに HDMI に変換してキャプボにつないでみたら無事にキャプれました。あとこのセレクターを探してる時に AV 端子や S 端子と RGB21 ピンを DVI にアプコンする同じく電波新聞社の XRGB2 というやつも見つけて、それでも試してみたのですが、こっちだとうまく映りませんでした。なんかうっすらと映ってる風まではいきましたが、壊れてるっぽかったですね。本体以外はセレクティと同じ環境だったので XRGB に本体がダメっぽいけど、他の入力含めていろいろ試してみないと。何にしてももともと AV、S 端子、D 端子、コンポーネントは HDMI 変換できるようにしてあり、21ピンだけ後回しにしてたので、久しぶりに21ピン環境復活です。で、音がちょっと変な部分はセレクティの音の出力がアナログなので、それを一旦デジタル化して PC 側で拾ってるところでの接触不良で音が若干おかしかったようです。レトロゲームを昔の環境で楽しんでる人は皆さん同じだと思いますが、レトロゲーム機の環境の維持と変更はなかなかの手間ですね。という昔の環境で久しぶりに動かしたキングオブファイターズですが、なんか全然操作がまともにできなくなってました。いつにも増して下手くそですみませんなのだ。入力の癖が94と他で結構変わってる感じはしたし、技も変化しててユリの超アッパーを何度も出そうとしちゃってたわね。覇王昇降拳は出たのだ。それとキングのやられは竜子の剣からのお約束で有名かと思いますが、ユリもこんなになってましたっけ。キングオブファイターズ94ネオジオロム駿河屋中古価格1万1000円です。ネオジオ CD だと1280円で、ポリメガとかで現環境で遊べるなら CD が断然お買い得なのだ。
ロムは1万円超えていますが、ネオジオのロムの中では安い方のタイトルだとは思いますが、ここらはレトロゲームブーム前はワゴンに入ってるとか、もっとお安かったと思います。ちなみにそんなのあった巻でご紹介しているゲームは全般当時のものなので、ネオジオのゲームも定価など新品で買っています。なのでお得に買っているコレクターの方と違って、たまにプレミアものがあっても総額では絶対マイナスなのがそんなのあった巻なのだ。お次はレース系をサクサクと2本いきましょう。まずはステークスウィナー G1 完全制覇への道です。ダビスタをシンプルにしてレースをアクションにしたゲームって感じですね。それとちょっと他のネオジオタイトルと違ってアーケード版から CD 含めた移植版ではいろいろいじってるっぽいのだ。明け版は新馬戦から計14試合で主要レースを勝っていって凱旋門でエンディングみたいな作りですが、コンシューマー版は種付けでオリジナルの馬を作るところから始まり、ボ馬牝馬もあり、3歳でデビューさせてからちゃんと G3 など含めて約50種のレースを使って育成していくというダビスタ等を意識したしっかり育成も遊べるものになっています。競走馬育成系のゲームといえばダービースタリオンとウイニングポストがヒットしてたので、その影響はあったはずですね。今はギャンブル全般完全に引退してますが、昔は結構やってたわよね。ツインターボとかミホノブルボンとか逃げ馬好きでしたが、やっぱり東海帝王は心に残ってますね。馬娘でもミホノブルボンと東海帝王が圧倒的に好きよね。でも馬券を買うときは好きな馬をってよりはどちらかというと金額的なロマン派で万馬券狙いがメインでしたが、確かサンデーサイレンスの子供たちがブイブイ言わし始めてた時に、サンデーサイレンス3区だけに絞ってボックス買いしてるだけで500倍くらいを含んだ万馬券を何回も取れた年があったと思います。まあパチンコも競馬もそうやって派手に勝ったエピソードがいくつかありますが、トータルは大きく負け越してるからね。結局ギャンブルなんてアホらしくてやるもんじゃありませんと思ってる口です。缶は9台久しぶりにプレイしたらまともにレースにならなかったのだ。ステークスウィナー G1 完全制覇への道ネオジオ CD 駿河屋中古価格3880円です。こういったゲームが遊びたければダビスタやウイニングポストを遊ぶと思うので、あえてこれをチョイスする人は少なさそうですよね。お次のレース系は ADK がワールドヒーローズの前に制作したラリーチェイスです。この時期はジャンルとして確立してたと思います。トップビューのレースゲームになります。今は 3D のレースゲームが当たり前になってしまってるので 2D トップビューの方が珍しく感じるのだ。この手のゲームはプレイヤーがレースに参加しているというような感覚ではなく、リモコンカーを操作しているような感覚で 3D のものとは別ジャンルのゲームかなとも思います。こちらも久しぶりに遊んだらオートマ車種を選んだのに、もう全然まともに走れなかったのだ。そもそも得意のゲームジャンルなんて一つもないんですが、レースゲームも基本的に下手っぴですからね。下手でも好きだっていいのだ。どう楽しむかは人それぞれなので、でもゲームが下手すぎると今時の死にゲーがどうにも楽しめないって辛さがあるのよ。ラリーチェイスネオジオ CD 駿河屋中古価格10500円です。このタイトルも少しプレミアってるのね。本数が少ない割にはちょっと遊んでみたいって人が多いタイトルなのかもですね。次は格ゲーに戻ります。こちら画廊伝説3です。画廊伝説は当時1作目からヒットして2作目スペシャルとさらに人気が出ていった作品です。画廊のメインメンバーはキングオブファイターズでも人気のキャラたちでパッケージにも出ていて、今日たちを差し置いて主役感すら出てしまっています。そんなキャラ人気、ゲームもスペシャルの大ヒットで注目のナンバリング3作目として登場しましたが、登場キャラはスペシャルの16名からテリー、アンディ、東、
マイ、ギースの5キャラのみが残り、他はリストラで新キャラが5名プラス新ボス3人と思い切った変更をしてきました。で、使用キャラは新キャラといきそうですが、自然に舞ちゃん選んでしまってますが、まずは新キャラたちと戦う流れではあるので、敵側で画廊3の新キャラたちをご覧ください。ゲームシステムもスウェイラインやコンビネーションアーツ、潜在能力などなどいろいろとチャレンジしており、演出もグラフィックもパワーアップしてるし、それぞれのステージのランク評価でエンディングが4種類も分岐したりと、ナンバリングとしてしっかりと作られているのですが、バグが多かったり、なんだかバランスが悪かったりと、ちょっと黒歴史化されてる感じもします。ただリアルバウトシリーズの足がかりとしてとか、新キャラのブルーマリーと山崎はこの後のシリーズでも生き残っているし、ギースが生きてて使えるってところとか、やや不評だったキャラのチョイスと追加も含め、ちゃんと意味のあるタイトルだったように思えます。とはいえ技も出にくいし CPU もそれなりに強くて、トゥルーエンドを目指すのは結構大変なのだ。画廊伝説というと、自分は当時ビデオレンタル屋でバイトをしてた時に店に筐体が置いてあり、いつも閉店後などにもちろん有料ですが遊ばせてもらい、ハマったところでその店で貯めたバイト代で本体とロムを買ったという思い出があります。当時のバイト代はゲームを遊んだり買ったりで使い切っていた気がしますね。画廊伝説3ネオジオ CD 駿河屋中古価格1050円です。移植数は少ない作品ですがお安いですね。バグが多かったり、無限コンボがあったり、山崎のサドマゾの思い出があれだったり、ガチ対戦ツールとしては成り立ちにくいですが、ワイワイと気楽に遊ぶのであればお得だし楽しいと思います。次はゴールに球をぶち込む系のスポーツ2本いきましょう。得点王2です。言い方ひどいのだ。まずは週休アーケードのサッカーゲームってところね。週休って言い方おっさんでもしないのだ。さておき、こちらのゲームは比較的この時代のオーソドックスなシステムで作られているので、ファミコンのサッカーの感覚でプレイしても大丈夫な感じですね。チャンスでシュートを打つときに 3D 視点っぽくなるのは楽しく良い感じです。チャンスシュートは1点も取れなかったけどね。ゴールってゴールした時の気持ちよさはサッカーゲームの人気の一つなのだ。ちなみにこのネオジオの得点王はシリーズ化されており、1、2、3と毎年発売されていました。そんなのあった間にはこの2-1本しかなくて、3が出てたのは知らなかったわ。得点王2ネオジオ CD 駿河屋中古価格3730円です。ちなみに2が一番売れたのか一番お安めで、1の中古価格は8300円、3の中古価格は6130円となっています。サクッと次に行きまして、次はフライングパワーディスクです。円盤を投げ合ってゴールに入れば得点というもので、画面構成がトップビューなので、まあキャラを操作して遊ぶエアホッケーみたいな感じかと。エアホッケーよりも微妙な画面の狭さがちょっと難しい部分で、前に出過ぎるとゆっくりな球でも追いつけないとか自爆とかあります。何にしてもルールは単純明快なので遊びやすいゲームなのだ。フライングパワーディスクネオジオ CD 駿河屋中古価格10500円です。こちらもちょいプレミアですが、もしロムで持っていたらロムの方は16万円になっており、シンプルなゲームながらレア度が高いことがわかります。本日最後の格闘ゲームはこちら風雲黙示録です。ちょっと待つのだ。何ですか？このゲームのジャンルは格闘ゲームじゃなくてバカゲーだと思うのだ。いや、それはジャンルじゃ。あれ、ジャンルですか？あ、ちょうどとゲームセンターで
これがうるさくて有名ではありましたね。まあバカゲー認定されてると思うけど SNK さんも真面目に作ってたのかしらと思ってしまうゲームではあります。というところでゲームスタートしますが、このゲームの特徴はとにかくいろんなところが濃いところでしょうか。女子キャラだとこのキャロル一択です。さらにそのキャロルもだいぶ濃いのだ。各キャラ武器持ちの格闘術の使い手が集まっていますが、デフォルトでは使わず技の流れの中でたまに使うという奇妙な連中ばかりです。ライン移動があるのは画廊っぽさを感じますが、表示キャラの大きさとか拡縮感とかオーバーで分かりやすい動きはリュウコの剣っぽい感じもあり、プレイ感も近くはあります。そしてやられアニメーションがほぼ全キャラ脱衣します。鎧や服がこうやってはだけるんです。男子キャラだけ。はい。唯一の女子キャラのキャロルは決して脱げません。他のキャラは全員脱いで倒れます。最初からはだけてるやつが出てるけど全男子を脱がすとか、それはそれですごいこだわりなのだ。ゲームクオリティとしてもシステム的にもこなれた感じで面白くまとまっていますし、キャラのアニメーションや演出の良さに歯ごたえのある CPU とちゃんと SNK の格闘ゲームのクオリティを持っています。ただ不真面目かというところが ADK のワールドヒーローズは受けましたが、こちらはいまいち受け入れられなかったようです。あとアーケードからネオジオ CD に移植された際に追加されてたロード中の SD キャラの寸劇があるのですが、現在のロードが速い環境だと表示されずで撮れませんでした。ロード中の変化を見るためには旧環境も復活させないとあかんのだ。風雲目視録ネオジオ CD 駿河屋中古価格4750円です。こちら続編も出ていますが、続編はロムのみで CD では出ていませんが、両方がセットになり PS2 版が出ていますので、オリジナルにこだわりがなければそちらの方が遊ぶにはいいかもですね。というところで今回はここまで。ではでは今後もいろいろなゲームをこんな感じでご紹介していきますので、よろしければコメント、グッドボタン、チャンネル登録などなどお願いするのだ。